んにちは。パンへの情熱が尽きないきらめきもちです。今回はとある3つの粉についてご紹介。パン作り。ちょっとした工夫でぐんとレベルアップできるのを知っていますか？そこでズバリ、モルトパウダー、スキムミルク、サイリウムの効果と活用法を徹底解説。この動画を見れば、パンの食感、風味、焼き色を思い通りに調整できるようになります。例えば、こんな風にしっとり感が長持ちするパンや、香ばしき焼き色のついたバゲット、そしてグルテンフリーでももっちりしたパンが作れます。その秘密はこの3つの粉にあるんです。この3つ、それぞれパン作りにおいて大切な役割を持っています。どうしてパンが美味しくなるのか、どんな風に使えばいいのか、順番に解説していきます。ところで皆さんは使ったことがありますか？気になるものがあればぜひコメントで教えてください。それでは早速詳しく見ていきましょう。まずは結論。この3つの粉はそれぞれ違う役割を持っています。モルトパウダーは酵母の発酵を助けて焼き色を良くしてくれます。スキムミルクはコクをプラスし、しっとり感をアップ。サイリウムはグルテンの代わりになり、生地の保水力を高めてくれるのです。例えばこんな効果が、それぞれどんなパンに向いているのかも見てみましょう。それでは一つ一つ詳しく見ていきましょう。まずはモルトパウダーから。これは小麦や大麦を発芽させて作られる粉で、酵母の発酵を助けたり焼き色を良くする効果があります。モルトパウダーを入れると発酵がスムーズになり、生地がしっかり膨らむだけでなく、パンの表面がこんがり焼けて美味しそうな色に。さらにほのかに甘みと香ばしさも加わります。モルトパウダーはリーンなパンに最適。バゲットやカンパーニに使うと焼き色が良くなり、香ばしさがアップします。使う量は粉の 0.2 から 1% が適量。入れすぎると生地がベタつく原因になるので注意してください。次にスキムミルク。これは脱脂粉乳とも呼ばれ、パンにコクを与えしっとり感をキープする効果があります。スキムミルクを入れるとしっとり感が増して、パンがふんわり長持ちするだけでなく、ほのかな甘みとコクがプラスされ、焼き色が美しくなります。スキムミルクは食パンや菓子パンにぴったり。ミルクの風味を強調し、しっとりふんわり仕上げてくれます。使う量は粉の3から 5% が適量。入れすぎると逆にパサつくことがあるので気をつけましょう。最後にサイリウム。これは大箱由来の粉で、グルテンの代わりになり、生地の水分保持力を高める効果があります。サイリウムを入れると生地がしっかりまとまり、成形しやすくなるだけでなく、グルテンなしでももちもちした食感に。その上、焼き上がった後もしっとり感が続きます。サイリウムはグルテンフリーのパンに最適。小麦粉を使わなくても生地がまとまりやすくなります。使う量は粉の 0.5 から 2% が適量。入れすぎると粘りすぎて扱いにくくなるので注意してください。ここで今日紹介した3つの粉を比較してみましょう。今回の内容はご覧の通り、どの粉を選べばいいのか、ぜひ作りたいパンに合わせていろいろ試してみてくださいね。この3つの粉を活用すれば、あなたのパン作りがワンランクアップ。今回紹介した3つ、どれが気になりましたか？使ったことがある人もぜひ感想をコメントで教えてください。皆さんのパン作りのアイデア楽しみにしています。この動画が役に立ったらぜひ高評価やチャンネル登録をお願いします。引き続ききらめきもちはパン作りの延長線上にある動画を続々と制作していきますのでお楽しみに。皆さん、今回も最後までご視聴ありがとうございました。以上、きらめきもちでした。